あなたは他人からの恋愛感情に恐怖を覚えたことがありますか？2023年5月5日、東京都台東区高級風俗街吉原に立つ風俗店に一人の男が訪れました。予約していた安藤です。帽子を深くかぶりマスクをしたその男が指名したのはこの店のナンバーワン風俗嬢レイラ。しばらくして待合室までやってきたレイラは安藤と名乗ったその男を笑顔で個室まで案内しました。そして安藤が個室の中へ入り、レイラがその部屋の扉を閉めた時のこと。あんなことしておいてよく来られましたね、今井さん。声色を一変させそう言い放ったレイラ。男は偽名を使い変装して来店していましたが、レイラは気づいていたんです。その男が以前店で問題を起こし出禁になっていた今井豊であることに。迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい。それでも一目会いたかったんだ。その場で土下座をしてみせた今井。彼は謝罪の意を見せながらもポケットの中にナイフを隠し持っていました。偽名と変装を駆使し風俗嬢を殺しにやってきた男。客と風俗嬢の関係だと分かっていながら彼が感情を爆発させた理由とは。孤独な日々を送っていた男にとってその女性は唯一の救いだったんです。おさすけんちゃんです。いやー、みやみこです。いやーね、みおさん、TOKIOね、空中分解しましたね。空中分解だなって。なんか国分太一さんの話、きっかけかどうかわかんないけど、解散しちゃったわね。あれ本当なのかな。なんかね、裏でスタッフいびりをしてたとかね。その真相は闇の中だからわかんないんだけど、TOKIOが好きな方も多数いらっしゃっただろうから結構悲しんでる人多いんじゃない？そうだよね。マイボスマイヒーローとか好きだった。はいはい、永瀬智也さんが主演のね。空船とかさ、TOKIOが好きっていうか永瀬が好きなんじゃん。そう、でも永瀬元からいなかったからもう。あ、そうなの？そうそう、TOKIOってもう3人になってて。あ、永瀬さんいなかったんだ。そうそう、難しいですよね。我々もある種こう2人グループみたいなもんじゃないですか。まあ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 。1人だったら分解しようがないけど、グループでやるっていうことでね、長く続けるっていうのはやっぱ工夫だったりとか、相性とかね、倫理的な問題を起こさずやっていくとか、いろんなことがね大事なんじゃないかなってね。いや難しいと思うよ。だってまあ結成当初はね、1個売れるんだっていう共通の目標があったと思うんだけども、酸いも甘いも体験した人たちだったわけだからさ、母体もああやっていろいろ炎上してなくなっちゃってさ、どの方向を向いていこうみたいなさ、共通の目的設定するのさえ難しかったんじゃないかしらね。我々はねまだギリギリ大丈夫です。今回は東京吉原の風俗店で起きた殺人事件をご紹介します。この事件ね、いわゆるガチ恋客が風俗嬢を殺害したっていう事件なんですけれども、そもそもお客さんにガチ恋させてしまう営業手法にも問題があったんじゃないかと物議を醸した事件なんです。これいろいろ複雑な話よね。吉原ってそういう高級店なわけでしょ。で、すごい親密さを装うような疑似的恋愛をする場でもあるわけだし、どうしてもお客さんとの距離っていうのは近くなっちゃうんだよね。ほんとそうなんですけども、今回はそうした風俗など恋愛を疑似体験できる場の中毒性についても解説していければと思います。事件の日、風俗店の個室の中で女性を殺害した男。殺害された女性はその店舗だけではなく、風俗業界でもちょっとした有名人になるほどの人気風俗嬢だったんです。魅了する女。2023年5月5日、東京都台東区午前11時20分、吉原地区に立つ風俗店 Y は騒然とした空気に包まれていました。早く救急車を呼べ！従業員が発見したのは個室前の廊下で腹部から血を流し倒れている客の姿。さらにその男がさっきまで利用していた個室の浴室にはその店の風俗嬢レイラが血まみれの状態で横たわっていたんです。男はサバイバルナイフを所持しており、レイラとの心中を考えていたと推測されました。その後、男とレイラはそれぞれ病院へ搬送。男は一命を取り留めましたが、レイラは約1時間後に死亡が確認されたんです。レイラは風俗店 Y のナンバーワン X のアカウントでも数万人のフォロワーを抱え、客だけではなく同業者からも憧れられているカリスマ風俗嬢でした。業界においてちょっとした有名人だったレイラの死に多くの人が驚きを隠しきれずにいたんです。一方、周囲の関係者が悲しみをあらわにする最中、事件が報道されると SNS 上には次のような投稿も。吉原の風俗嬢が殺された事件ってさ、色恋営業してたんだから自業自得だよね。いやもう殺人事件の被害者に対してこんなこと言われるなんてもうこれ二次被害じゃない。まあでも色恋営業みたいな言い方をされるってことはやっぱり接客にもそういう面があったってことはあるのかしら。お客さんをその気にさせるっていう意味ではお店のマニュアルはかなり徹底されてたみたいなんです。
吉原の風俗店 Y は110分6万円から7万円の高級店。料金こそ高額ですが、その分客にリアルな恋愛体験を提供する恋人接客を売りにしている店でした。例えば見送りの際にエレベーターの中で女性からディープキスをしたり、寂しそうにため息を漏らしたり、サービス時間が終わった後の振る舞いまで細かくマニュアルで決められているんです。殺害されてしまったレイラはそんな恋人接客を徹底している Y の風俗嬢の中でも突出した存在。彼女はメニュー表では23歳と記されていますが、実年齢は38歳。長年のキャリアに裏打ちされた接客術で多くの客を虜にしていたんです。ちなみに恋人としての演出を重んじる吉原の風俗では、レイラのように風俗嬢が実年齢と大幅に差を読んでいることも暗黙の了解だといいます。そして今回の犯人今井豊は接客を通し本当にレイラのことが好きになってしまったガチ恋客。レイラへの強すぎる思いから迷惑行為を繰り返している人物だったんです。なるほどね。だからもう本物の恋人と錯覚するかのようなそういう接客ルールがマニュアルとして敷かれてたってことね。でも冷静に考えてお客さんとして来てる以上さ、相手も仕事としてやってるってどこかで線引きはしてるはずじゃない。なんでこんな勘違いしたことになっちゃうわけよ。実は勘違いするお客さんが出てくるのは仕事としてやってるからこそなんです。というわけで本日のメトラキーワード、疑似恋愛に夢中になる心理について。風俗嬢やキャバ嬢などあくまで仕事として好意を向けてくれる異性に恋愛感情を抱き、妄想の中でその相手との関係を育むことを意味する疑似恋愛。疑似恋愛にのめり込む人がいるのは現実の恋愛とは違い、相手との関係性に摩擦が生じないため。現実の恋愛ではパートナーは自分にとって必ずしも完璧な存在ではなく、不機嫌な日もあれば意見が衝突してしまう日もあります。こうした必ずしもうまくいくわけではない関係性が過度な感情の暴走にブレーキをかけているんです。一方で風俗店の場合、女性はプロとして完璧な恋人を演じます。客に会えることを心から喜び、客の話を否定せず客の欲求を満たすことに集中する。このように疑似恋愛では現実の恋愛のように関係性がうまくいかないことはなく、相手が常に理想の存在であり続けます。そのため妄想に歯止めがかからなくなった当事者が独りよがりな行動に走ってしまうケースも多いんです。このように疑似恋愛には現実の恋愛にはない特徴もあるんですが、ハマってしまう人にもまた特徴があるんです。犯人の今井は実生活での孤独を被害者となった風俗嬢レイラさんで埋めようとしていたんです。のめり込む男。今回の事件の犯人今井豊は群馬県出身で20代前半の頃に上京してきた男。彼はお笑い芸人を目指していたといいますが、現実は厳しく、事件当時は工事現場の交通誘導などの仕事をしていました。そして当時の今井は客観的に見ても孤独と言わざるを得ない生活を送っていたといいます。今井さんはこういう仕事を前にもやったことあるの？仕事中、入社したばかりの今井にそう尋ねた同僚。すると今井はありますよと小声で一言答えただけ。それ以上会話が続くことはありませんでした。彼は会社の寮で暮らしていましたが、共有スペースにいたとしても誰かの足音が聞こえるとすぐに自室に引きこもってしまうような極めて内向的な性格。仕事中はヘルメットとマスクをしている上、仕事以外の時間はほとんど部屋から出てこないため、どんな顔かを知らない同僚も多かったというんです。今井が暮らしていた寮は家賃3万円で、部屋の広さは4畳以下。簡易ベッドとテレビ以外にほぼ何もないその部屋で、彼は何を楽しみに暮らしているのかもわからないような、そんな生活を送っていたんです。なんとなく分かってきた。これだけね、人と接する機会がない中で、レイラさんみたいなもう本当に無条件で優しくしてくれるような人と出会っちゃったら、もうそれは依存しちゃうわよ。そうなんです。今井は日常生活で誰にも愛情は向けられない上に親友すらいなかったんです。だからこそレイラさんから最上級の接客を受け、その世界にのめり込んでいったんです。今井が吉原の風俗店 Y へ初めてやってきたのは、事件から1年前の2022年4月。ナンバーワンのレイラを指名した今井は、まるで恋人のように接してくれる彼女に夢中になりました。今井は当初月に一度のペースで Y へ足を運んでいましたが、次第に2回3回とその頻度が増えていきます。しかし風俗店 Y の1回のサービス料は6万円から7万円。裕福ではない今井が月に何度も利用できるような店ではありません。それでもどうしてもレイラに会いたかった今井は、なんと両親に400万もの借金をして店へ通い詰めました。そのお金が尽きると今度は消費者金融にまで手を出し、すぐに首が回らない状態になってしまうんです。ところが今井は借金の返済が滞っている状況でも何としてでもレイラに会おうとしました。彼はある時からとんでもない迷惑行為を繰り返すようになったんです。今井さん、今日も来てくれたんだ。ありがといつものように待合室まで今井を迎えに来たレイラ。今井は彼女の顔を見ると嬉しそうに立ち上がりますが、次の瞬間後
こう言いました。レイラ、会えて嬉しいよ。今日は顔を見に来ただけだからやっぱりキャンセルで。そう、風俗店の料金が払えなくなった今井はとりあえず店に予約を入れ、レイラの顔を一目見たらキャンセルして帰るという奇行を繰り返したんです。風俗店に行って風俗嬢の顔を見て帰るだけってさ、もうなんか恋人か何かと勘違いしちゃってんじゃないの？めちゃくちゃ迷惑じゃないのよ。ほんとそうで、こんな奇行を繰り返せば店側がどのような対応を取るのかっていうのは目に見えているんです。そして孤独な日々の唯一の救いを奪われてしまった今井はついにレイラさんに殺意を向けるんです。道連れ。店を予約してはレイラの顔だけを見てキャンセルして帰るという奇行を繰り返すようになった今井。その迷惑行為が何度か続いた後、店へ来た今井に対しレイラは次のように告げました。今井さん、あなたの予約はもう受けられません。私もお店もあなたのために時間を確保してるんです。無意味にキャンセルを繰り返されたら迷惑だってわかりますよね。それは紛れもなく風俗店 Y への出入り禁止の宣告でした。今井はショックを隠しきれませんでしたが、その日は諦めて帰宅。しかし Y へ行けない日々が続く中で、彼は余計にレイラへの思いを募らせていくんです。レイラに会えないならもう生きてる意味もない。でも最後にもう一度だけ会いたい。こうして迎えた2023年5月5日、今井は偽名と別の電話番号を使って Y に予約を入れました。そして店員に正体がバレないよう変装した状態で店へ向かったんです。5月5日の午前11時、吉原の風俗店 Y の待合室には帽子を目深にかぶりマスクをした一人の男が。背筋を伸ばして微動だにせず指名した風俗嬢が迎えに来るのを待っている彼の周囲にはどこか張り詰めた空気が漂っていた。間もなくしてその部屋へやってきたのはナンバーワン風俗嬢のレイラだった。レイラです。安藤さん、今日はよろしくお願いします。レイラはいつもと変わらない笑顔でその男を個室へ誘導していく。しかし男を個室の中へ入れ扉を閉めた瞬間、彼女は声色を一変させた。あれだけキャンセルを繰り返しておいてよく来られましたね、今井さん。そう、レイラは待合室で一目見た時から顔を隠しているその男が今井だと気づいていた。そして彼女に名前を呼ばれると同時に今井は帽子とマスクを外しその場で土下座をした。迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい。それでも一目会いたかったんだ。床に頭をつけたまま必死に許しを請う今井。この日レイラが今井を個室へ招き入れたのは自分をひいきにしてくれた彼に対する彼女なりの思いやりだったのかもしれない。しかし目の前で頭を下げているその男に情をかけてくれたレイラの思いを汲めるような余裕はなかった。ここから帰ったら俺はまた先の見えない暗い人生に逆戻りだ。それならいっそ。レイラと個室で少し話をした後、今井は一度トイレへ向かいそのまま店を出るかレイラを殺して自分も死ぬかを考えたといいます。そして彼が出した答えは、個室内の浴室でレイラを刺殺した今井。彼はその後血を流して倒れているレイラを15分間じっと眺めていました。今井は一体何を思いながらその光景を見ていたのでしょうか。暗い人生を送ってるとかそういうことはもうさ、殺されたレイラさんにとったら関係のない話じゃない。でもこういう仕事をしてるとやっぱり勘違いしたお客さんに付きまとわれるっていうのはもう珍しい話じゃない気がするのよね。そうなってくるともうお店の安全対策とかそういう問題になってくるわよ。最初に少し触れたように SNS 上では色恋営業をしていたレイラさんにも問題があるっていう見方もあったんです。しかし裁判では関係者がその声を一蹴したんです。レイラを殺害した後、自身も命を絶とうとしたものの一命を取り留めた今井は約1週間後の5月13日に逮捕。その後殺人罪で起訴の運びとなります。裁判において今井は犯行動機を次のように言及。自分は先の見えない人生を送らなければならないのに彼女はきらびやかな人生を送っている。そのことが許せなくて人生を奪ってやろうと思いました。また今井の弁護人はレイラがあたかも恋愛をしているかのような演出をし彼の感情を煽ったとして情状酌量を訴えました。この言い分に対し異議を唱えたのがレイラと同じ店で働いていた後輩にあたる女性。今回の事件に関してレイラさんには一切落ち度はありません。恋愛をしているかのような演出をしていたのはあくまでお店のコンセプトです。女性が憤りを見せたことからも分かるようにレイラは客からだけではなく同業者や友人も含め周囲から非常に慕われていました。東北出身の彼
彼女はデザイナーになることを夢見て上京しましたが、実家を援助するためその夢を諦めて風俗嬢になった経緯があります。風俗嬢としてはかなりの高級取りでしたが、ブランド物を買い漁ることもなければ、暮らしているマンションもごくごく庶民的な物件でした。家族のために夢を諦めた優しい性格のレイラ。そんな彼女の人となりを知っていた周囲の人たちは、色恋営業をしてたなら自業自得という心ない言葉に対しこぞって怒りの声を上げたんです。そして実のところレイラは事件から半年後の2023年11月に風俗を引退するつもりでいました。婚約者との結婚を予定していた彼女は下着ブランドのデザイナーとして再び夢を追おうとしていたんです。その夢を多くの人が応援していた中で最悪の悲劇が起こってしまったんです。2023年11月28日、東京地裁は今井に対し懲役16年の判決を言い渡しました。今回の事件において店の方針に従い客へのおもてなしを徹底していたレイラには何の落ち度もありません。一方で風俗店 Y では2003年にも客の男が風俗嬢を絞殺する事件が起こっています。客と距離の近い接客をするのは風俗業界では当たり前のことですが、その点を徹底している店ほどトラブルが起きやすいジレンマもあるのかもしれません。あなたには今回の事件のように一方的な恋愛感情を向けられて恐怖を覚えた経験がありますか？その時どのような振る舞いが相手をその気にさせてしまったと感じましたか？